ペスト編スタートです。騒がしい伝統的なねスープ、お化けさがあります。頭にほらカラスが乗っちゃった。今ねトラム来ました。鳥がパッサー。世界ワインがすごい有名なんだけど、ドナウの真珠なんかもアリリーの方が安いかも。450ポイント、綺麗な橋が広がってお邪魔します。パプリコが有名なんです。すぐどこでも登るんだよね。なんかダンスしてるし、有名な温泉があるみたいなので、サムネこれでいいかな。だからすごい儀式やってるんですが、このような感じでサイゼリア、何があったんでしょうか。世界一美しい国会議事堂、薄汚いグリーンラーメンって書いてある。明日死ぬならこれ飲みます。それではね、景色見てみたいと思います。皆さん3、2、1。皆さんこんにちは。今現在私はですね、ハンガリーという国の首都ブダペストにいます。ちょうど1週間前にね、私ロンドンにいたんだけど、ロンドンからこちらねブダペストに来たっていうような感じです。ロンドンでね、私携帯をね置いてきちゃったんだけど、まだその手続き中っていうような感じで、なんか税関で引っかかってるんだって、私の iPhone が。だからまだロンドンに私の iPhone がいるっていう感じで、今ね電波なし生活を送っています。はい、ホステルの Wi-Fi だけでとりあえず編集期間っていう感じなんですが、今日とね明日この2日間だけ晴れるらしいんですよ、ブダペストなんで。電波なしでも晴れてるうちにやっぱ観光はしたかったので、今日ねカメラを回してるというような感じです。私今ね、ハンガリーに今いるんですが、ハンガリーってどういう国なのかっていうのを説明します。ハンガリーはね、中央ヨーロッパに位置する内陸部で、周辺をねオーストリア、スロバキア、スロベニア、ウクライナ、ルーマニア、セルビア、クロアチアの7カ国と隣接しています。でハンガリーの面積なんですが、ハンガリーはね約 9.3 万平方キロメートルみたいで、日本の約4分の1みたいです。で人口に関してなんだけど、人口は2024年の人口で、約960万人いるみたい。首都はね、私が今ここにいるブダペストが首都になってます。民族はね、もちろんハンガリー人が 84% いるんですが、ロマ人が 2%、ドイツ人が 1%、住んでいるみたいです。でロマ人って私あんまり聞いたことなかったから、調べてみたんですが、ロマ人はね、インド北部のインドアーリア人が起源とされる民族グループで、主にね中東欧とか、世界各国にね約800万人から1200万人いるみたいです。そのロマ人がねブダペスト、ハンガリーにも、2% 住んでるみたいで、言語はね、もちろん公用語ハンガリー語になってます。なんだけど、なんかみんなね英語結構ペラペラ喋れてるイメージ。ハンガリーの方は結構ね、コンビニとか、あとはホステルとか、ハンガリーの方は全然英語喋れますね。はい、宗教は、カトリックが約 30%、カルバン派が約 10% というような感じです。でハンガリーの通貨はフォリントっていうね通貨を使ってます。ハンガリーはね2004年に EU に加盟してるんですが、未だにユーロではなくね自国の通貨を使ってるっていうねちょっと特殊な国になります。でちなみに今現在2025年の、2月10日1フォリント 0.385 円でした。だからね100フォリント4円ぐらいで、計算していくと思います。で、ハンガリーの経済についてなんですが、ハンガリー経済はね多様化しており、自動車産業とか、あと IT 関係が盛んみたいです。で特にね、自動車関連だと、日本の、スズキが1991年に進出してきたみたいで、マジャールスズキ車っていうのをねこっちに作ったみたいです。マジャールスズキ車っていうのはもうそのままハンガリースズキって意味らしいんですが、はい、自動車のねスズキもねハンガリーに進出してます。で物価に関してなんだけど、体感ねヨーロッパの他の国に比べると比較的安めではあるらしいんですが、最近ね近年はインフレの影響で、そんなことはないかなっていうような感じらしいです。データとしてはね、日本の約 30% 安く感じられるみたいなんですが、外食はね逆にちょっと高く感じたりっていうことがあるみたいなんで、はい、スーパーでね私結構自炊してるけど、日本よりもちょっとやっぱり安いかなってぐらいで買えてますね。ハンガリーのね、基本情報はこのような感じなんですが、ここのハンガリーはね、古代ローマから温泉文化が根付いてるみたいなんですね。だからすごいね温泉が多い温泉大国になってます。で農業も盛んで、約 50% の土地が耕作地として使われてるみたいで、果物とか野菜も結構豊富に取れるみたいです。さらっとね説明するとこのような感じです。私はね1週間前にリストフィレンツェ空港から、こっちの市内までね来たんですが、ハンガリーのねこのブダペストの公共機関は地下鉄、メトロと、あとトラムとバスが主に使われていて、1回の乗車券がね450フォリントっていうような感じなんですが、24時間チケットっていうのがね旅行者の方にはすごい効率よく回れるみたいで、2500フォリントとなってます。で私空港からねここの市内までは約30分間バスに乗ったんです
ですが、エアポートバスみたいなね 100E バスっていうのがあるんですよ。でそれは、チケットをね機械で買ってクレジットカード払いでもできるんですが、それでね、市内まで、来れたっていうような感じで、それが2500フォリントだったかな、はい、片道、はい、それで向かってきました。で市内バスは1回450フォリントっていうような感じで、ここの広場まで来るまでにホステルの近くのバス停でねトラムの、券売所みたいなところでチケットを買いまして、それで、バス乗るじゃないですか。脱獄しないといけないんですよ。チケットを機械に入れてなんかガチャンってやらないと無賃乗車みたいな感じで罰金取られてしまうので、注意してくださいね。はい、そのような感じになってます。やっぱりハンガリーの公共機関はね、一部の、公共機関、地下鉄の一部とかでしか、クレジットカードのタッチ決済っていうのができないので、なので券売機で、チケットを買うか、アプリがあるみたいなんで、ダウンロードしてねアプリでいろいろなんかカード登録してそれで乗ることもできるみたいです。でちょっと今回ね、前置きが結構長くなってしまうんですが、今私がいるここのハンガリーの首都ブダペスト、ここはどういうところかと言いますと、市内を流れるドナウ川っていうのがあるんですね。そのドナウ川を境に西側のブタ地区と、東側のベスト地区に分かれてるみたいで、それでブダペストっていうみたい。今私がいるのは東側のベスト地区になるんですが、そこからね今日観光していきたいと思います。でブダペストはね世界遺産に登録している街であって、ドナウの真珠とも呼ばれるぐらいね美しい街並みがね広がっています。今ねもう15時ぐらいになってしまうんですが、ゆっくりゆっくり2日ぐらいかけて観光していきたいと思います。それでは今回ブダペスト編スタートです。という感じで、今現在私がいるところはですね、英雄広場っていう有名な広場になります。で周りはすごいねいろんな銅像が建てたりとか、美術館、西洋美術館がねあったりだとかっていうような感じで、観光客にもすごい人気な、エリアになります。はい、私のね、目の前このような感じになっているんですが、ここがね英雄広場の、有名なスポットですね。ここの重要な歴史的な広場なんですが、1896年にハンガリー建国1000年を記念して、作られた広場になります。これがね、広場の中心に位置するミレニアム記念碑っていうね塔になります。このモニュメントはね約、高さ36メートルの柱になっていて、左右にそれぞれ7体ずつの英雄像があるみたいで、これらはねハンガリーの歴史的な人物を称えているモニュメントっていうような感じでね、いろんな像がいます。はい、これを皆さん語弊につけて私は街を歩きたいなってぐらいのね強いパワーを感じます。私なんか正面とかにちょっと立ってみたいですね。画面をこう行きますと、向こうにはね有名な、西洋美術館なんかもあって、西洋美術館の前にはねああいう感じでいろんな方がね、なんだろうね、何をやってるのか分かりませんが、たくさんの方がなんか待機しているというような感じです。今から私が行くのがね、ここの英雄広場から、サンチェーニ温泉っていうね有名な温泉があるみたいなので、ちょっとね入りはしないんですが建物みたいので見に行きます。はい、ハンガリーはね、治安は結構よく感じます。なんですが、若者がちょっとね夜中にうるさい。私が寝てる夜中3時とかにすごいねホステルの外で騒ぎ始めたりとかするので、若者は元気みたい。はい、このような感じでね地下鉄のメトロのマークがあるんですが、ああいう紫の券売機でチケットを買えます。クレジットカード払いでも現金でも払えるというような感じで、1回チケットもあるし24時間チケットもあるしっていうような感じで端末で選んで購入することができます。はいはい、今ね着きました。ここがね有名なサンチェーニ温泉っていうところみたいです。すごいねなんか教会みたいな黄色い色しててすごい可愛いです。ここはね1913年に建築された建物なんですが、もともとはねネオバロック様式とルネサンス様式が融合した建物として作られたみたいです。このような感じで外装は黄色でとても可愛い感じになってます。はい、温泉の発見はね1938年で、深さ1256メートルのところから77度の温泉水が湧き出ることが発見されたんですね。それから、温泉供給が可能になったらしいです。巨大なスイミングプールとかねウォーターマッサージなんかはこの館内にはあるみたい。第二次世界大戦中にねこの建物は大きく、破壊されてしまったんですが、市民の憩いの場としてね早急に修復されて、その後もね増築が行われて、現在では21個の温泉を備えた巨大な温泉施設となっています。で水温に関してはね屋内が28度から40度、屋外が26度から38度っていうような感じで、めちゃめちゃ暑いっていう感じではないですが、日本人にとってはねちょっとぬるいかなってぐらいの、温室になると思うんで、夏とかに来てね、まったりするのはいいと思います。
内装なんかもねすごい綺麗みたいなんですよ。大丈夫かな、入っていいかな。入るだけなら無料だと思います。多分おそらくあそこで、チケットを買って、中に入っていくっていうような感じになるんだと思います。私は入らないので失礼しました。このような感じで、まったりね休憩ができるような温泉スポットも、多いですよ。その中でも有名な温泉でしたっていう、紹介でした。はい皆さんごめんなさい。私ここのさ温泉のことサンチェリーナ温泉とかってよくわかんないこと言ってたじゃないですか。全然名前違いました。セーチェーニ温泉でした。よかったらね来てみてください。そしてねここから今私が向かうのが、教会ですね。ちょっと有名なね教会はこの近くにあるみたいなので、そこまでね広場歩いて向かっていきたいと思います。続いて、私がやってきたのはバイダフニャディっていうね大きなお城に来ました。で今私の目の前にはそのお城が広がってるんですが、なんだかねハリー・ポッターのグリフィンドールみたいな感じのそんなオーラがね広がってます。もうさグリフィンドールとか言ったのをさ現地の女の子に見られてしまいましたね。笑ってくれてよかったですよ。今着きました。続いて私が今やってきたのがですね、バイダフニャニ城っていうお城になります。魔法学校みたいな、お城です。じゃじゃん。正面はねこのような感じになってます。入場にはねお金はかからなそうですね。なんかみんな入っていくので。ここのねバイダフニャニ城みたいなところはね1896年にハンガリー建国1000年を記念して作られたお城になります。すごいなんか本当にハリーのポッターさんがいそうな、真ん中からなんかマルフォイがフォイって出てきそうな感じがします。ハリーポッター好きの私にはたまらん。ロンドンで見た、何かよりもこちらの方がグリフィンドール感が出ていてスリザリンになりそうです。ここはもともとね、ロマネスク、ルネサンス、ゴシックバロックなどのさまざまな様式がね、混ざった建築様式になっているみたいです。すごい綺麗ね。あのような感じでねお手洗いもありますよ。レストランの中にお手洗いがありますよっていう感じになってるのかな。本当にハリー・ポッター、ディメンターみたいな感じのエクスペクト・パトロナーってやったらなんかみんながわー、今ここから入ってきたんですが、このような感じでねすごいなんかかっちょいい建物があります。ああいう感じでなんかほら女の子たちが写真撮影なんかもしていて微笑ましいなというような感じです。太陽の光がちょっと注いでちょっと神秘的、でキンコンカンコンなるのか分かりませんが、素晴らしい。ここにもねなんか写真を撮ってる方がたくさんいたので私もここに来てみたんですが、あれ多分、ハリーポッターにも出てくるディメンターだと思います。このような感じでくつろいでいらっしゃいますが、手に持ってるのはナイフでしょうか。ちょっと怖いので私はここで退散します。で今私の目の前にあるのがなんかのミュージアムになってるんだと思うんですが、すごい綺麗。じゃじゃん。このような感じでね門の上、正面門の、彫刻がねすごい綺麗。なんだろう今まで見たことないような、なんて表現したらいいのか分かんないんだけど、テラスにはね、ちょっとレストランなんかもあるみたいですよ。やっぱ日に照らされてる像が本当に美しい。ちょっと神秘的。今日ね本当に晴れててよかった。気分が今ルンルンです私。車も通るんですね。ここほらなんかの広場かなと思ってたけど車もああいう感じで通ります。そんなめっちゃ観光地化はされてない気がしますね。こういう牙の像って結構大きいのが普通だと思ってましたが、ミニチュアの可愛い像なんかもいます。もしかしたら当時小人がいたのかもしれないですね。ポニーに乗った小人みたいな感じの、人もいます。皆さん、私さっき小人がいたのかもしれないって言ったじゃないですか。本当かもしれないです。なんと私今小人の方とね友達になりました。ちょっとここにいるんですが、こんにちは、手振ってください。という感じでちょっと人見知りなんですが、このような感じでね今絵本を読んでいて私の話には見向きもしないでいてくれている小人ちゃんがいます。このような感じで、今日はね何も何も相手にしてくれないので市内散策に戻りたいと思います。
今私はね、最初に見た英雄広場にね戻ってきたんですが、ここからね地下鉄に乗って、ちょっとしたねまた違うスポットの方に向かっていきたいと思います。はい、ブダペストこのような感じでねシティサイクル、はい、レンタサイクルがたくさんあります。日光に照らされてカマキリみたいです。はい、多分こういうねアプリを入れて、はい、なんかバーコードかなんか読み取って、乗るでしょうね。こういうのでね市内回ってみるのも楽しいかもしれないです。はい、このような感じでね、はい、地下の世界へようこそみたいなところがあるので、ここをね下っていきます。あ、ちょっとああいう感じでちょっと危ない人もいます。はい、ここの地下鉄は、はい、クレジットカードのタッチ決済で行けるみたいです。で、同じく450ポリントみたいです。よかったよかった。チケットをね買える券売機はねここのホームにはないですね。はい、これですね。このような感じになってます。まあ、早い。で降りたらね別にタッチとかしないでいいみたいな。なんか多分行きだけ多分タッチすればいいと思います。結構ね見た感じね、あ、もう尋常者じゃんっていう人が結構多かったですね。まあ、でも多分警察の人が来て、バレた時に大変だから、買うようにしときましょう。バレなきゃ一家で買っちゃうと多分そういう時に限ってバレちゃうんで、はい、っていう感じで今現在私のここのね、オペラっていう、はい、駅に来ました。ちょっと風が強いですが、ここでね私は見たいものがあります。はい、ここのオペラ駅を出てすぐのところにはねこのような感じで綺麗な建物があります。国立歌劇場です。はい、このような感じ、すごいですね。建物の上にはねこのような感じで、はい、綺麗な、はい、銅像さんが並んでます。入るとなんか多分チケットカウンターみたいな感じになってるんだと思います。あら、ここがね入ってすぐのエントランスになります。なんかすごいほらシャンデリアなんかもぶら下がっていて、なんかサイゼリアみたいな感じです。ほら天井がサイゼリアね。はい、このような感じになってます。で、多くの旅行客がこのような感じで、はい、観光をしてます。おそらくね多分、あそこからチケットを買って入ることができるんだと思います。はい、とまあこんな感じでエントランスだけでもねすごい綺麗になってました。で、今ここからね私は一駅歩いて、有名な大聖堂に向かいたいと思います。はい、ハンガリーのね、街並みこのような感じでね、もう建物全部がザ・ヨーロッパっていう感じで、はい、いきなりねこういう建物が出てきたりとかしてすごいねおしゃれで歩いててすごい楽しいです。で、今私の目の前に現れたのが国旗になります。はい、ハンガリーの国旗はこのように赤白緑の3色から構成されているんですが、それぞれちゃんと意味があって、赤はね過去の戦いで流された尊い血や強さを象徴しているみたいです。で、白はね忠誠心や平和、またはハンガリーの川の清潔さを表しているみたいです。で、次この緑がね国土や、希望を示しているみたいです。特にね1956年のハンガリー動乱後に政治的なシンボルがね排除されたので、今みたいにねこのような感じでシンプルな三国旗として、再び使用されるようになったみたいで、現在もこれが使われています。ちなみにね1989年にはね共産主義体制が崩壊して、国の名前がねハンガリー共和国からハンガリーに変更されました。そういった歴史があって、このような国旗に今なって使われているというような感じです。はいはい、今歩いてたんだけどね、こういうヨーロッパ調のね綺麗な建物に日が差し込んでるとすごいなんかね神秘的で美しい。で、今ねここの通り、はい、何か見えますね。あれが私がね、今目指して歩いていた大きな大聖堂になります。はい、おそらくねここの、信号の手前からね紹介した方がよく見えると思うので、ここからわーなんだなんだ、はい、ここの大聖堂の名前がねイシュトバーン大聖堂っていう有名な大聖堂になってます。ローマカトリック教会なんですが、1851年から1905年54年間かけてね建設されたみたいなので、なんでこんなに長くかかってしまったかっていうと、1868年にドームが崩壊したんだって。それが原因でこんだけね長い年月をかけて建設することになったみたい。うるさい、なんだなんなの騒がし
しい。なんかちょっとドーム状になってる大聖堂っていうのはね、最近結構見るようになってきた気がします。ハンガリーの初代王国のイストバーン一世にちなんで付けられた大聖堂みたいですよ。で、高さはね、96メーターあるブダペストの最も高い建物になってるみたいです。はい、ちょっと青になったので近くまで行ってみたいと思います。はい、多分ここが正面門ですね。さっきいたのが多分裏門でした。ここがね、一番引きで撮った全体のね、大聖堂が見えるところになってます。で、多分あそこにね登れるんだと思うの。ここのスペースに人がちらほらいるのが見えるので、そこまでお金を払えば登れるんだと思います。はい、近くで見るとね、このような感じです。で、ここの広場の目の前にはね、こういった感じでちょっとした小さな広場が広がっていて、向こうもね、カフェみたいなレストランみたいなのがちらほら並んでいて、人々がね、この教会を眺めながら、ここでゆっくりしているというような感じです。おー、はいはい、このね、私の今後ろにあるのが大聖堂で、とっても綺麗でした。で、ここからね、私が今回一番楽しみにしている世界で最も美しい国会議事堂があるみたいなんです。なのでね、そこまでね15分ぐらい歩いて向かっていきたいと思います。なんかここの通りからの大聖堂もすごいなんか異彩なパワーを放っている感じがしてね、すごいです。はい、今歩いてたらね、こんな感じで、はい、ラーメンって書いてある提灯出てきました。桃太郎台湾料理なんだけど、なぜかカタカナでラーメンって書いてあります。はい、ここにはタイマッサージが出てきました。タイのお店、意外とね、アジア食品だとかこういうアジアの文化もちらほら見ます。はい、今ねやっと、中心地の方まで来たんですが、ここの川がね有名なドナウ川ってなってます。で、今私はね、ブダペストのベスト地区にいるってさっきお話ししたんですが、このドナウ川を挟んで西側向こう側になるとブダ地区っていう感じで、西とね東で分かれています。もう日は沈んじゃいましたね、ほとんど。はい、今私はねこのドナウ川の、川沿いを歩いているんですが、これですね、これが世界一美しい国会議事堂です。はい、ここからね説明させていただくんですが、ここはね、1885年に建設が始まって1904年に完成したみたいです。で、建設はね、ここも同じくハンガリーの建国1000年を記念して建てられた、ところなんですね。高さが268メートル、幅123メートル、高さ96メートルであり、世界で3番目に大きな国会議事堂となっています。外観はね、中央にドームがあって、左右対称のねサファードが特徴的で、242体の彫刻が施されているみたいです。結構ね、夜なんかライトアップされて、それはそれでね、川の対岸沿いから見るのもすごい綺麗みたいなんですが、はい、正面から見てもね、彫刻がすごい綺麗です。美しい。はいはい、今ね私は、国会議事堂の前の広場まで来てるんですが、ここの広場はねコシュートラヨシュっていう広場になってるみたいです。はい、正面このような感じでね国会議事堂があって、この周辺、前にはですね広場があります。1820年はねまた違う広場として、使われていたみたいなんですが、1927年にハンガリーの政治家コシュートラヨシュを称えて、現在名称が改名されてねコシュートラヨシュ広場って呼ばれてるらしいです。とりあえずね、もう日も沈んで結構寒くなってきたので、ドナウ川沿いを歩いてねホステル方面に歩いていきたいと思います。はい、このような感じでね、もうすっかり日も落ちてしまって夕暮れ時というような感じになっています。あそこにはなんかね船が止まっているんですが、あそこからなんか乗ってなんかクルージングみたいなのができるのかな。それか多分対岸沿いに行けるんでしょうね、ああいうのに乗って。はいはい、今私はね新たなスポットに歩いてきました。ここはねドナウ川の脱がされた靴みたいな名前のスポットです。はい、このような感じでね、なんかツアー観光客なんかもいるんですが、ここはね第二次世界大戦中1940年代にナチスによって虐殺されてしまった、銃殺されてしまった人たちの靴として、このような感じでねその人たちを追悼するために残されている場所になります。命を奪われる前にはね靴を脱がされたみたいなんですね。なのでこのような感じで靴がずらーっと並べられています。60足以上のね大小の靴があるみたいです。これはね多分女性の、ちょっとピンヒールみたいなものなんですが、男性用の、靴があったりだとか、多分これなんかもう子供の靴だと思います。
はい、結構ね明るくライトアップされててすごい綺麗な景色が拝めています。ここの橋はねセーチェーニ鎖橋って言って歴史的な橋になってるんですが、ドナウ川を挟んでブダ地区とペスト地区を結んでいる交通路となっています。でこの橋はね1849年1月18日に完成してブダペストで最初の高級的な橋として知られているみたいです。でここの橋ね建造技術がすごいみたいで相場チェーンを使用した吊り橋になってるんですね。でこの相場チェーンっていうのはね両端になんか穴が開いた細長い鉄板をピンでつないで作られるらしいんですね。でこの構造によって従来のチェーンよりも軽量でありながら強度を保つことができるみたいです。後にね改修が行われてどんどん強く強化されてったみたいです。で橋の両端にはねライオン像がいるみたいなんですね。ちょっと後で向かうんですが、はい、ライオン像がいまして、これらのライオン像は敵の侵入を防ぐ象徴として存在していますが、彫刻家が舌を掘り忘れたっていう言い伝えがあるみたいですよ。はい、今ね橋の上に来たんですが、本当に舌を掘り忘れたのかを確かめたいと思います。はい、ライオン像がねここに1匹2匹で、はい、2匹いるんですが、確かにね舌がないですね。舌を掘り忘れたっていう伝説は本当なのでしょうか。信じるか信じないかはあなた次第です。ここのねブダペスト、ドナウの真珠なんかも言われてますが、本当にね夜の景色はそう言われるのが分かるぐらいすごい美しくてキラキラしてる。このような感じで、すごいね綺麗な橋が広がっていました。とりあえずね今日はこの辺で観光は終了してホステル方面にね歩いていこうと思います。明日ねまた天気もいいみたいなので明日ゆっくり朝から観光したいと思います。はいはい、今ね30分ほどさっきのところから歩いてホステル付近まで着きました。ここはねこっちの中央市場になってます。ここの下にね私がいつも行ってる一番品揃えが良くて一番安いんじゃないかなっていうスーパーがあるので、ついでに物価紹介とかねしていきましょうかね。はい、今ねさっきの建物の地下まで来たんですが、ここでね物価紹介していきたいと思います。お水は500あたり89、スプライトファンタが789で売ってます。はい、ここら辺全部ビール系になるんですが、これが多分ハンガリーのビールなのかな。一番安いやつだと230ぐらいからだいたい550ぐらいの幅でねいろんなビールが売ってます。はい、ワインも結構豊富な種類あって、一番安いやつだと699から2000ぐらいの幅で売ってます。牛乳だと思うんですが、一番安いやつだと、399、だいたい値段はね399から699の幅で売られてる感じです。すごいお魚とかも売ってる。これ何なんだろう、なんかよくわかんない、なんか目が死んでるお魚が4349、高いのか安いのかよくわかんない。でこの大きいサーモンが、7000円で売ってますね。ここら辺はもう全部真空パックにされた、ひき肉とかね、お肉系が売ってるんですが、牛肉のバラみたいなやつが 400g で1799でちょっとお安くなってます。豚肉だと 400g あたり1499、ここら辺は全部鶏肉なんですが 1kg あたり1979で売ってます。はい、卵はねいろんなサイズでいろんな個数で売ってるんですが、10個入りの卵が1000フリントぐらいで売ってますね。はい、女性用生理用品は全然種類がないですが、はい、こういうものが1499で売ってたりとか、タンポンが2299で売ってたりします。はい、ニベア缶はね1869で売ってます。はい、歯磨き粉は安いやつだと399。ハンガリーのスーパーはこういう感じでねすごい豊富にいろんなパンが売ってるんですね。菓子パンがだいたい見てるとね200から400ぐらいの幅でいろんな菓子パンが売ってます。オレンジが 2kg あたり1298で売ってます。結構安いかも。はい、リンゴは kg あたり1199で売ってます。普通のみかんちゃんなんかは 1kg あたり899で売ってます。はい、人参は 1kg あたり800ですね。さつまいもは 1kg あたり549。じゃがいもはやっぱお安めかも。特価格でちょっと安くなってるんだけど699です。はい、これキウイがね 1kg あたり999で売ってます。はい、こっち結構こういうねタコスみたいなのが多く売ってるんだけど、こういう大袋のタコスで649って感じ。どこもタコスは600前後っていう感じで600ちょいっていう感じで売ってますね。はい、このプリングルズ 165g のねちょっと大きいものが999します。はい、こっちで見かけるこういうクラッカーはね399で売ってます。ここら辺全部パスタとかペンネになるんですが、パスタ安いやつだと 400g あたり399です。これすごい美味しかったです。これ 500g あたり399。瓶のトマトソースとか、そういうのはだいたい700から1000って感じです。
1kg あたり649から1500ぐらいの幅で売ってます。ちょっと細めのやっぱタイ米みたいな感じなのが多分主流なんだと思う。私結構こういうねマカロニのコーナーとかによくある、チルド系とかにもあるんだけど、こういうマンティーみたいな形したものの中にお肉入ってたりとかチーズ入ってたりとかっていうものがあるのね。でハンガリーってすごいパプリカが有名なんですよ。なんとねこれパプリカが中に入ってるマンティーみたいなものがね599フォリートで売ってました。キログラムあたりこういう赤いパプリカが1199とか、安いやつだと999という感じで、こういう黄色いねパプリカなんかも 1kg あたり999で売ってたりします。はい、ここはこういう感じでね、なんかコストコみたいな感じのレーンが長いバージョンのレジです。バーがあるのよ。これで仕切るのを自分で置いて、はい、ここまでが私にですよみたいな。なんかそっちに入れちゃおうかね。置いて。はいはい、ハンガリーのね、物価、このような感じでした。で、私はエコバッグ今持ってるんですが、このような感じでね、いろいろ買いました。とりあえず今日は自炊します。はいはい、今日の夜ご飯このような感じでね、スパゲティとさっき買ったサラミとピクルスっていうような感じで、あと安い、白ワインです。可もなく不可もなくっていうような感じです。で、このピクルス食感どうでしょうか。いただきます。それではこのねちょっと安かったサラミいきます。最高です。スパゲティいただきます。美味しくできました。それではまた明日。翌日、はい、皆さんおはようございます。今現在ね、私はここのフローホステルっていう今泊まってるホステルから出てきたんですが、今日はねこれから、いろんなところを歩いていくんですが、最初にね、中央市場っていう市場に行きたいと思います。で、今現在の時刻がね11時です。なので今ねちょうどいい感じで活気がある頃かなと思うので、これからねその中央市場に向かっていきたいと思います。はい、2月の朝はね結構寒いですね。ちなみに今の気温は2度でした。で、今日もね、結構、天気が晴れていて、このような感じで青空が広がっているので、観光スポットもねいい感じで映えるんじゃないかなと思います。この建物がね全部市場になるんですよ。なんかね本当になんかの施設かなと思うんだけど、これはネオゴシック様式を用いた中央市場になっていて、結構ねいろんな現地の方がねこういうところから入っていくの。こういうところから入ってみましょうか。お邪魔します。はい、1階2階のね、2階建て構造という感じになっているんですが、周りはこのような感じでねいろんな市場が広がっています。値段はねそこまで安くないんだって。このような感じでねパプリカパウダーがこっち売ってます。なんでかっていうとね、ハンガリーってパプリカがすごい有名なのって。900だって。400円弱っていう感じだと思います。なんかお土産とかにいいんじゃない？こっちにはこういうパン屋さんもありますね。これだと1個あたり多分690とかじゃないかな。はい、ここも全部パプリカのね、香辛料が売ってます。お土産屋さんもあるんだけど、こういう現地の方が買うようなお肉屋さんなんかもあるみたい。4250でなんかよくわかんない鶏皮の揚げみたいなのが売ってる。5290からキログラムあたりいろんなソーセージ、サラミが売ってますね。だいたいね1000未満でキログラム1000未満でいろんなお肉が売ってる。チーズはどれぐらいで売ってるでしょうか。キログラムあたり7000から1万5000ぐらいの幅で売ってますね。こっちではね都会ワインがすごい有名なんだけど、これちょっと高いね。基本的にはねスイートの甘いものを飲むらしいんだけど、甘ければ甘いほど高くなるみたいです。これがね甘さ456って感じなんだけど、やっぱり値段がどんどん上がってってるって感じですね。1000ぐらい。ここら辺は全部八百屋さんが並んでるんですが、キログラムあたり698でリンゴが売ってたりする。スーパーとそんな変わらないね。ブルーベリーが680、オレンジが880、みかんが1280。アリディの方が安いかも。いちごちゃんは3980で売ってます。スパイスパプリカとかガーリックとか、こういうお魚用です、お肉用ですとか、ガーリックとかのパウダーが売ってます。ここら辺はハニーになってますね。 500ml あたり3000とかで売ってます。すごー。都会ワインが売ってる。どんどん値段が上がっていって26,990とかの都会ワインもありますね。で、ここら辺は全部お土産屋さんのキーホルダーとかマグネットというような感じです。マグネットは大体どこもね2ユーロぐらいで売ってるんですが、ここちょっと3ユーロだからお高めかもしれない。これは国会議事堂だね多分。はい、国会議事堂で昨日見た、お馬さんがいたりとか。とりあえずね今から私は2階に行って、そのなんかお土産屋さんを見てみたいと思います。2階、そこはレストランになってるのね。なんかフードコートとかじゃなくてレストランもあるんですね。中央市場2階からの眺めこのような感じです。そこまで安くないフードコートがありましたよ皆さん。
エレベーターもあるので車椅子の方来れそうです。はい、惣菜がだいたい1200から5000円ぐらいの幅でね、お肉とかロカンタみたいな感じで、ここで買ってここら辺で食べるっていうような感じになるんですね。はい、いろんな観光客もいるみたい。これなんかサンプルみたいだけど、だいたいね7000から1万ぐらいの幅で料理が売ってます。ちょっとお高めかもしれないですね。ここら辺はねおバッグ屋さんがあります。ほら、値段は特に書いてないんですが、このような感じでねいろんなおバッグが売っています。こっちのなんかブダペストの革とかを使ってるわけではないと思うんだよね。こういうのがだいたい1万2000とかで売ってますが、何を入れるんだろうか。 iPhone10 個ぐらい入りそうです。なんかビレッジバンカレードみたいな感じかもしれない。ほらここら辺もビレバンとかにありそうな感じです。品揃え、これは伝統服みたいです。可愛いですね。このちっちゃなティーカップ可愛いですね。ほらいくらなんだろう。値段は特に書いてないですが、20杯ぐらい飲まないと満足できないぐらいのちっちゃさ。なんかちょっと伝統の向き合っちゃって、ほらカラカラ人形みたいな、ほら、はい、国会議事堂みたいなのが2500とかで売ってます。なんだろう、こっちこういうやっぱ人形が多いですね。はい、ハンガリーこういう人形が人気なのかもしれない。上にはほらここに日本の国旗があります。特にね買うものはないです。ただ見てるだけでもねすごいね、こちらの伝統の食べ物だとか飲み物だとかが見れるので、文化を見に来るっていう感じで来るのはすごいいいと思います。はい、中央市場って調べれば多分 Google マップ上でも出てくるので、ここのバザールすごいおすすめです。で、今から私が行くのはね、このバザールを出て、でまたちょっと違う橋を渡って有名な温泉があるみたいなので、20分ぐらいかな、歩いてね向かってみたいと思います。はい、お邪魔しましたというような感じで、はい、私は出ていきます。ここはね17時までなのでちょっと早めに来た方が良さそう。こういう感じでなんかほら譲り合いの精神を持って譲らないとさ激突しちゃうのよ。はい、今日も快晴。ちなみにねここの道路にもねトラムが走る車線が2個あって、はい、トラムがねたまにここ走るんですよ。結構な頻度で。ほらトラム来た。信号無視したあの人たち。間に合うといいですね。間に合いました。はい、このような感じでこちらのね信号はちょっと背伸びをしてタッチできそうな感じの高さなんだけど、どっかの国みたいに秒数で煽ってくる、早く渡れ早く渡れって言ってくる感覚はないですね。はい、こっちにはバーガーキングがあるっていうような感じで、ここはねちょっとした広場になってるの。結構ねハンガリーのホステルはどこもね15時チェックインとかでちょっと遅めなんだよね。なんでチェックインできるまでね3時間ぐらいここにポツンと座ってたの。前にトラムが走るから景色に飽きないっていうのもあって、ここでよくね演奏してくれる方なんかもいるんで、私はここによくね編集の休憩できます。Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home.すごい綺麗。この橋もちょっと逆光にはなってしまいますが、はい、すごい橋に登ってる方がいます。こっちの方たちすぐどこでも登るんだよね。なんかダンスしてるし。ちなみに今私はね、ベスト地区にいたんですが、ここを渡るとねブダ地区に入ります。今日はいろんなサイレンが聞こえるね。トラムなんだ何があったんでしょうか。はい、お急ぎのパトカーでございました。皆様が安全であることを私は願ってます。このような感じで薄汚いグリーンっていうような感じの色をしたドナウ川が海なのかなっていうくらいの規模ですごい壮大な川が流れている。ここの橋を渡ってすぐのところに私がね今目指している有名な温泉があるので、そこまでね歩いていきたいと思いますよ。はい、で私の右サイドにはトラムが走るね大きな橋の通路があるっていうような感じで、車もねトラムも元気いっぱいで走ってるんです。それを見て私は元気をもらうっていうような感じで、こういう感じでサイクリングをしているお兄さんもたくさんいます。はい、ここを渡るとブダ地区に入ることができます。せーの、よいしょ。はい、ブダ地区でございます。はい、そして今私はねここの橋、向こうのベスト地区から渡ってきたんですが、10分ぐらいで渡れる感じでしたね。はい、のろのろ歩いてここのね橋を渡ってブダ地区に入るとですね、まず最初にね目にすると思うのが、はい、このね大きな建物です。これがねゲンレールト温泉っていうね温泉大国の中でもこのね温泉はすごい大きくて有名みたいです。でこのゲンレールト温泉の、右側にはこのような感じでねゲンレールト洞窟があるみたい。このトラムの上のね大きな岩山、これはね全部洞窟になってます。はい、今渡って着いたんですが、
ここがねゲンレールト温泉です。ハンガリーのねブダペストを代表する温泉地帯、温泉施設の一つです。ここはね1912年から1918年にかけてウィーン分立派アルヌーボー様式で作られたらしいです。なんのこっちゃっていう感じなんですが、でここもね第二次世界大戦ですごいね大きな損害を受けたみたいなんだけど、その後再建されて今の形があるっていうような感じです。でここもね1987年に、世界遺産に登録されています。エントランスちょっと入ってみましょう。結構重厚な重いですね。これ入るとねこのような感じで、このようなちょっとねカフェみたいな、内装になってます。これが多分ねここのゲンレールト温泉の施設のなんか、模型図になるんだと思いますよ。こういう感じで大きな、枠組みに囲まれた、温水プールみたいな感じなんですね。一番安くても多分エントランスで1万1000フォリントかかる感じですね。でエントランスだけでも覗いてみます。はい、私は入りません。これからねここから3駅行ったところにねブダ城っていう有名な要塞があるんですね。そこに行ってみたいと思うので、とりあえずここの近くのねトラムに乗ってみたいと思います。今ねトラムの乗り場に来たんだけど、よかった券売機ありました。450フォリントを使ってここの券売機でね1回券買いたいと思います。ゲットしました。このチケットでね3駅先の、ところまで向かってブダ城に向かいたいと思います。今ねトラム来ました。あれに乗ります。結構短いな。脱穀忘れずにっていうような感じで。脱穀するとねこのような感じでね穴が開きます。よいしょ。今降りました。やっぱりねボタンを押さないとね、開かないことがありますね。今ボタンを押して開いたんですが、知らないとねあれなんだ開かないの、行っちゃったわーってなるかもしれないので気をつけてください。という感じでここからねすぐ歩いてすぐのところにブダ城があるので、そこまで行ってみたいと思います。なんか人に聞いたらこれにね登っていくらしい。本当に合ってるのかな。こんななんか人工的なエレベーターで。今私ね来たのがこういう感じで、ブダ城からの眺めこのような感じになってます。あらーすごい。そこにねツアー観光客の方がいるのであんまりうるさくできないのですが、あら綺麗って感じ。この建物で今私見てるんだけどね詳細が見れないんだけどオフラインなので、目の前が乗馬教室って書いてあるんですよ。どういうことでしょうか。これ乗馬教室なのかな。本当にこれは皆さんどうやって使ってるんだろうか。サムネこれでいいかな。ブダ城と私みたいな。これでもさ乗馬教室なんだよね、ブダ城じゃなくて。ブダ城ってどういうところなのかっていうのをねちょっとメモ読み上げますが、ブダ城はね、ハンガリーの首都ここのブダペストの丘の上に立ってる歴史的な、建物です。ハンガリーの王族とか支配者たちの移住居として重要な役割を果たしたみたいです。で建設の始まりなんだけど、ブダ城の歴史はね13世紀に遡ることができるんですが、モンゴルのね侵攻を受けた後にハンガリー王のベーラ4世が1247年にこのお城の建設を命じたんですね。それで当初はね木造だったみたいなんだけど、今はね石造りの建物に作り変えられてるみたいです。で14世紀にはゴシック様式で建築され、15世紀にはねルネサンス様式が取り入れられたみたいです。で16世紀にはねオスマン帝国によってここがね征服されたんですが、軍事的な要塞としてねここが利用されたみたいです。でその後再建が行われて、18世紀にはねバロック様式に改築されて豪華なね宮殿として使われてたみたいです。で19世紀にはね今度ネオルネサンス様式で再建築されたみたいで、現在見られる形になったみたいだから、現在の形は最終的にはネオルネサンス様式の建物っていう感じで、いろんなね様式が、混合した建物になってるっていうのが分かりますね。でここのねブダ城もね1987年に世界遺産に登録されているみたいです。で現在ここのね建物、お城はね図書館とか美術館とか博物館として、利用されてるみたいです。ということで私ねこの上上がってみたいと思います。ブダ城を上がっていきます。このような感じでねやっぱ石造りになってるね。もともと木造だったっていうのは考えられないぐらい、もう全てがね改築されてしまった感じがする。すごいの出てきちゃった。どうしよう。今上がってきたんですが、このようなねなんか大きな門が出てきました。
さっき私があそこになんかすごい儀式やってるんですが、私がねさっきそこから景色見てたんですが、今ね、ちょっとねさっきの下から見てたところに上がってきたというような感じです。はい、今ね、門の前まで来てみたんですが、ここにもね鎖橋、昨日いた鎖橋と同様ライオンがいますね。でも口を閉じているので、もしかしたら舌がないのが恥ずかしいのかもしれないです。はい、このような感じでね、彫刻はすごいサイゼリア感があって綺麗です。それではね、この門くぐりながら、はい、いろいろ観光していきたいと思います。本当に人間が作ったのかなって思えるぐらいすごいね、大きな迫力ある柱になってます。あ、このライオン舌がある。じゃあ鎖橋のライオンではないことが分かりました。はい、ちなみにね、向こうのライオンさんもね、舌がありますよ。はい、はい、このような感じでサイゼリアーっていうような感じです。すごい綺麗。まあいろいろね作り変えられてはいるんですが、はい、ゴシック様式、ルネサンス様式、バロック様式、ネオルラッセンス様式、はい、いろんな形にね変わって今の状態があるというような感じです。はい、周辺このような感じになっています。まあ、ところどころなんかね改修工事みたいなことはしてあるんですが、でもそれでもやっぱ綺麗ですね。ヨーロッパに来てるんだなっていう実感が湧いてくる。でちなみに、ちょっと豆知識なんですが、かつてねメデューサっていう人がいたんですよ。でメデューサの目を見ると人々は固まってしまうっていう伝説があったんですね。で今この上にある彫刻だと思われてる人たちは皆さんねメデューサの目を見てしまって固まった人って思われてるんです。はい、ここもねライオンがグワオーって言った瞬間にメデューサがキラーンってライオンと目が合ってしまって、ライオンこの形で固まってしまったっていうような感じで、上の天使さんたちもなんかゆらゆらゆらって上に上がったところをメデューサにキラーンって見つめられてしまって、あの形で固まってしまったっていう神話です。私の作った神話、全部私の作り話ですからね、鵜呑みにしないでくださいね。はい、このような感じでね、ここにもたくさんの銅像がいます。ライオンとか、他の迫力ある動物とかはあったんですが、ああいうなんか綱が大きい動物とかね、犬っていうのは初めてかも。すごい賢そうな顔してます。私がね昔飼ってた犬、こんなね賢そうな顔してなかったの。なんかいつもすっとぼけたような顔しやがってって感じだったんですが、自分なりにね、どういう人たちだったのかなってこう考えながら見るっていうのもね、実際は違くても楽しめると思います。私はいつもそうやって楽しんでます。くだらないことばっか考えて。はい、まあ、そんな感じでこっち行くとね、はい、国立美術館になるなと思うので、まあ、無料なのかわからないんですが、ちょっとね入って、見てみたいと思います。はい、今ね門をくぐってきたらこのような感じの広場に出ました。なんか予想外。はい、多分ここがねナショナルギャラリーとかって書いてあったから、おそらくここが、ブダペスト国立美術館みたいな感じになるんでしょうかね。ハンガリーナショナルギャラリーって書いてあるんで、ここが多分ね美術館になるなと思うんだけど、どうなんだろう、館内ちょっと受付とかでも見れるのかな。ちょっとちらっと見てみようかな。このような感じでエントランスには入れそう。なんか高級ホテルみたいなの出たよ、このくる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 回るやつ。ちょっとね、見てみたいと思います。このような感じ。はい、皆さんこのような感じでした。はい、私は一周して、はい、出ていきます。美術館にね興味ある方は行ってみてください。こちらにはね、ほらこういう感じでちょっとしたカフェみたいなものもあります。ワインが2400とかで売ってますね。どこも同じぐらいかな。外食はちょっとやっぱりするイメージ。はい、ここのね、ちょっと上に上がったところから眺めがこのような感じになってます。この目の前にはね、さっき渡ってきたドナウ川が流れてるっていうような感じで、今現在私がいるのは、ベト地区っていうような感じです。っていう感じで、はい、ここの眺めを見たところで、ここをね、国立美術館の方を見るとこのような感じでね、牙の像が見えるというような感じになってます。ちょっとね今逆光なんだけどね、はい、このような感じになってます。すごい、ほらみんなこうやって黄昏てるの。あったかそうだね。なんか日が差し込んでいて、この上までねまだ行けるみたいですね。ちょっと上がってみたいと思います。あったかい。でこの上にはなんか大きなおとり様がいる。鷹みたいなドラゴンみたいなのが翼を広げてファッサーしてます。はい、今、登ってきました。ドナウ川を眺められる絶景スポットって感じだなと思います。はい、このような感じです。さっきとあまり眺めは変わりません。はい、あれ私さっきね下から見たんだよね。あれをリフトみたいなものがあったんですよ。はい、料金を払ってバーコードでなんか上に上がれますよみたいなのがあったんだけど、下からトラム乗ってくるとこういう感じでね、ここから、はい、トラムに乗って、また下まで降りることもできるというような感じで、なるほどなるほど。は
はいとまあこのような感じでした。おそらくねトラムから降りてすぐにこのリフトに乗って上がってきた人たちはここから観光を始めるっていうような感じになると思います。降りるとねこのような感じで、剣を足に挟んだ鳥がファッサーしててドナウ川を眺められるスポットがあって、ここを下ってね、ナショナルギャラリー見たりだとかいろんなね絶景スポットで、いろいろ景色を拝みながらっていうような感じの楽しみ方ができるんだと思います。インスタグラマーがたくさんいます。失礼します。すごいね景色がね綺麗だった。天気がいい日、あとは夜間のライトスポットをされている時に来るのがおすすめかなって思いました。曇りの時に来るとねやっぱり景色がすごいいい分もったいないかなと思います。皆さん今さ歩いてたんですがさちょっと変な銅像見つけちゃった。これってさあれかな、ウェイターさんかな。はいただいまで少々お待ちくださいってさお盆になんかいろいろなんか料理を乗せて運んでたらズイーってなんかパンツ脱げちゃったみたいな。皆さんはこれ何をしてるんだと思いますか？はいはい今ね漁夫の砦というところに向かっていたんですが、そこからねもう本当に隣のところにすごいインパクトのあるね有名な教会が出てきたので、そっちの教会を先にねご紹介したいと思います。じゃじゃんと、はい、これがねマーチャーシュ聖堂っていう14世紀に建てられた教会になります。すごいなんかね結構離れたところから道路の挟んだところから今撮ってるんですが、全然ねカメラに収まらないくらいの規模大きさです。でここはね、歴代のハンガリー国王の戴冠式もね行われる場所らしいです。マーチャー聖堂っていうんだけど正式名称は聖母マリア聖堂っていうらしい。はい、聖堂の起源はね13世紀半ばに、遡るんですが、ここもねハンガリー王のベーラ4世によってゴシック様式でね建築されたみたいです。で1479年ハンガリー王マーチャーシュ1世が南の塔の建築を命じたんですね。でそれでマーチャーシュのね名前が付けられたみたいです。でオスマン帝国時代ね1541年から1545年は聖堂はねモスクとして転用されたんですね。でその時にはね内部の宝物だとか装飾が全部失われたみたいです。なんですが1686年ねオスマン帝国が駆逐した後に聖堂はねバルック様式として復活したっていうような感じになります。でここはね19世紀半ばにまた再建築されて今度はねゴシック様式を取り戻したみたいです。はい、このようにねマーチャーシュ聖堂はゴシック様式とバロック様式を融合した美しい建物として知られています。はい、このような感じです。すごい綺麗ね、いろんな歴史があって今の聖堂があるというような感じです。ここはね一応2900フォリント払えば入れるみたいです。あくまでも2025年の2月現在の料金なんですが、これから値上げするかもしれないけど今現在でね2900フォリントかかるみたいです。外から見るだけでもすごい迫力満点で綺麗なので今回はね外から眺めたいと思います。はい、聖堂の隣にはこのような感じでなんか建物もあります。銅像がたくさんで皆さんね頭に輪っかがあるんです。はい、くるくるくるってなんか輪っかを頭につけてますね。何があったんでしょうか。頭にほらカラスが乗っちゃった。輪っかは何、カラスのためにあるんですかあれ。これは何になるんでしょうか。なんかね護衛の方があそこにセキュリティですごいチップとデールみたいな感じで立ってるんですが、ちょっとマップが見れないからわからないのですが、ここのね建物もすごい綺麗です。はい、一応ね今女の子たちが聞いてたんですが中には入れないみたい。なんかああいう感じでなんかちょっと楽ちんなものもありますね。乗せていただきたい。おお、どうした何を言ってたんですか。何が起きたんでしょうか。よくわかりませんでしたがなんかを叫んでました。なんか抗議したんでしょうか。はい、なんかの政府機関だなと思います。あの感じで政府に、僕の考えを言ってみたっていう感じだと思います。こんな感じでね聖堂、このような感じでした。でここのマーチャーシュ聖堂から歩いて1分ぐらいのところ、本当にすぐそこにね、ここで一番有名だとも言える漁夫の砦というねところがあるのでそこにも行ってみたいと思います。は
はい、ここがね、マーチャッシュ制度だったんですが、本当にね歩いて1分というか、10秒ぐらいの距離だったかな。はい、ここにはね、とても有名な漁夫の砦という建物があります。多分ねここでチケットを買うと、中に入ることができるんだと思います。入場料はね1500フォリントっていう風に聞いてます。漁夫の砦はねハンガリー建国1000年をね記念してここも建てられたんですね。で1895年から1902年にかけて建設されて、ここの建築様式はネオロマネスク様式みたいです。さっきからねいろんなゴシックとか、バロックだとかルネサンスだとかいろんな様式説明してたんですが、レオノマネスク様式は初めてでございます。今から見るんですが、ここはね7つの白い大きな三角屋根の小塔があるらしいんです。でここはかつてね監視塔として使われてたみたいで、ここのね7つの小塔プラス回廊から成り立つ建物になってるみたい。お手洗いは 50m 先にこのような感じでね公共のトイレなんかもあるみたいです。はい、お手トイレ近い方安心してください。はい、このような感じでね7つの小塔があるみたいなんですが、数えてみましょう。1、2あって、はい、向こう側に銅像をまたいで3、4、5、6まで見えます。はい、残りの1つがまだ見えませんが、どっかに隠れているんだと思います。あと回廊っていうのはね多分ここのモスクの回廊みたいな感じで、皆さんがね、今景色を見ているところが回廊になるんだと思います。地下は何なんでしょうか。地下から先に行ってみたいと思います。ここ多分あれだ、下から登ってきて、ここ入り口みたいな感じになってるんですね。はい、フィッシャーマンズバスチョン、ここから見る人は、ここから上がってきて後に、マーチャッシュ聖堂を見るっていう感じの流れになるんですね。私はたまたまね向こうのマーチャッシュ聖堂から見たっていう感じなんだと思います。すごいな、ここからのマーチャッシュ聖堂。多分ここからねここの回廊から皆さん、景色を眺めています。でここからの景色は、無料なんですが、この上にね建物あるでしょ。はい、これをね、はい、ここの1500フォリントを払った人が行けるエリアになっているというような感じです。はい、このような感じです。回廊からの景色を見る前にこの銅像さん見てみましょう。このような感じでの人もね頭に天使の輪っかがありますね。で同じくやっぱライオンがね、はい、周りに4体いるっていうような感じで、皆さんねいーってやってるけど多分舌があるんでしょうか。いろんなライオンがいるんだね。口を閉じてるライオンもいれば、口を開けてるライオンもいれば、口を開けてても舌がないライオンもいれば、ああいう感じでいーってやってるライオンもいます。はい、今ね回廊に入りました。はい、このような感じで、すごいなんかねここの回廊の、はい、この柱もね彫刻がすごい美しくなっています。なんかすごいなんかさ大金持ちの家に来たみたい。それではね景色見てみたいと思います。皆さん3、2、1じゃじゃん。はい、このような感じでね、綺麗な景色がね皆さんの目の前に広がっています。はい、さっきと同じくね、目の前にはドナウ川が流れていて、向こう側にはねベト地区が見えますね。で私の今ね画面の中央にあるのが昨日行ったね国会議事堂になります。でおそらくですがあそこに見えるね教会がイシュトヴァン大聖堂なんじゃないかなと思います。やっぱねブダペスト街全体がこうやって世界遺産に登録されるっていうのは分かる気がする。でねここの漁夫の砦の由来なんですが、中世のね漁師ギルドに由来してるみたいなんです。この場所にはねかつて魚市場が存在したみたいで、ここをね漁師さんたちが守っていたっていうことから漁夫の砦っていう名前がついたみたいですよ。はいはい、今ね向こうの回廊から出てきたんですが、はい、このね小さな小塔7個ありました。ここにね1、2、3とありまして、でここにね、4、5、6、7と、はい、この枠にね4つあります。はい、さっきちょっと隠れてて見えなかったんだけど7個ちゃんとありました。はい、久々にね私はねテンションが上がった観光になりました。今現在の時刻がね15時です。今回回りたいスポットは全部回ってしまったので、観光はねこれで終わりにしようかなと思うのですが、やり残したことが一つあります。私都会ワイン飲みたいんですよ。なので今からね都会ワイン飲みたいと思います。はい、またベスト地区の方に戻っていきたいと思います。それではブダペストの一番のね観光名所である、ここの漁夫の砦とマーシャーシュ聖堂セットでねぜひ見てみてくださいな。
今ね豚地区に来ました。でこっち側がね、今日の一番最初に行った、中央市場になります。で中央市場の向かい側にね私が行きたいお店があるんですよ。でね今ねここにねアジアン食品店がありましたよ。ほらこういう感じで辛ラーメンだとかなんか餃子とかいろんなものが売ってるねアジア食品店があります。こういうねお店も結構やっぱりアジアよりかはね2倍ぐらいの料金とかで売られてたりもするんですが、カップ麺とかねアジア料理は恋しくなったら、最悪ここで買うっていうこともできるような感じでねお店があるのはありがたいです。はいで今私が行くお店ですね。はい、ここのお店です。ピパエテリムっていうお店ですね。今現在の時刻が15時40分なんですが、15時から空いてるみたいなので、今からねここのお店行きたいと思います。お邪魔します。はいはい、今ね注文して届きました。なんですがちょっとね店内静かなので控えめに行きたいと思います。はい、じゃじゃん、このような感じでね、こちらがね今頼ませていただいた都会ワインで、1杯あたりがね、2050フォリントでした。で私がねまた食べたかったもの、これがねグヤージュっていうものなんですよ。これ1個あたりが1360フォリントでした。で付け合わせでねパンとなんかよくわかんない、辛そうなペーストが無料でついてきたっていうような感じです。はい、これをねいただいていきます。はい、店内このような感じでねすごいおしゃれ、ハンガリー感がある感じで、このねカーペットみたいなテーブルクロスもすごい可愛いです。それではねまずこの初都会ワインいただきます。これやばいわ。私これね今まで飲んだワインで一番美味しいです。はい、これは美味しい。蜂蜜っぽい感じ、すごい甘いので渋みがないの。これはね多分ワインが大嫌いな人とかでもジュース感覚、本当にアップルジュース感覚で飲めるもんだと思います。うますぎ。これね水のように飲めてしまう。これやばい、毎日飲める。見た目本当にアップルジュースみたいな感じですが上品な甘さ、甘すぎないっていう感じで、これがねグヤージュっていうこっちの伝統的なねスープになります。お肉とあとこういうじゃがいもとかが入ってますね。こういう牛肉みたいななんかお肉が入ってて全然想像つかないですが、これも一緒に飲んでいきたいと思います。いただきます。それではねちょっとスープから。美味しいです。意外とあっさりしてて辛みとかはないですね。塩味もそこそこあって美味しい。じゃがいももホクホク。お肉いただきます。多分ラム、多分牛です。牛ホロホロで美味しいです。このじゃあパンをねディップしていただきます。ディップちょんちょんと。でも基本的に私ねパンを何かにつけて食べるってあんま好きじゃないのよ。はい、この辛そうなソースいただきます。つけてみます。辛いのかな。いただきます。おう、分かった、分かっちゃった。このソースと抜群に合う。これねやばい、最近食べたもので一番美味しい。明日知るならこれ飲みます。でちなみにねハンガリーはチップ文化があるんですよ。だいたいねお会計のサービス料に含まれてることがあるんですが 10% から 15% 含まれてるんですが、含まれてない時は気持ちね 10%、15% 払うっていう文化があるんでね、そこだけ注意してください。だけど基本的にね多分ここのレストランも 10% から 15% 含まれてると思います。その場合はねチップ払わなくていいみたい。それではね、これゆっくり食べていきます。はいはい、今ね食べてきました。でね合計がね3751フォリントでした。すごい美味しかったです。都会ワインはマジでね、元気の源ワインでした。という感じでね、今回私がやりたいこと全部制覇できたので、今回の動画ここら辺で切ろうと思います。次回の動画はねおそらくスペインになると思うので、ぜひそちらの動画も見てください。少しでもねブダペスト編楽しんでいただけたらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。リアルタイムでねインスタグラムでのねストーリー更新もしてるので、ぜひねそっちの方もフォローしてくださると嬉しいです。それではね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。